ねえばあちゃんのチャンネルへようこそ。右の白いのがアシスタントの僕です。左の青いのが私、ねえばあちゃんです。今日紹介するのは、テレビ版、名探偵ポワロ、で、ポワロさんを演じた、デビッド・スーチェさんの自伝、ポワロと私、です。自伝っていうより、回顧録って言った方がしっくりくるわね。翻訳本だけど、文章が読みやすいのよ。ここ大事。翻訳者さん、いい仕事してます。結構分厚い本ですけど、知ってるタイトルの裏話だから楽しくて。よくある解説本と違って、本人が語ってるから、やめられなくなるのよね。最初に、ポワロさん役のオファーを受けた経緯から始まって、撮影開始、そして、全70タイトル、最後の撮影の瞬間まで、読者は、時系列で読み進めるようになってるんです。まさに、スーチェさんとポワロさんの四半世紀を体験するかのような感じでした。1987年の秋、夕食でもどうかと呼ばれていったインド料理店で、プロデューサーから、テレビシリーズ、短編10作、ポワロ役を演じてくれないかと。本を何冊か送るから考えてみて、って出演依頼の話が来るんです。スーチェさん、原作は一度も読んだことなかったって書いてましたね。すぐに短編集が届いて、スーチェさんは、この時初めてアガサの原作を読むんですよ。実は以前、スーチェさんは、ピーター・ユスチノフがポワロ役の映画で、ジャック警部役を演じたことがあったんです。その撮影時に、スーチェさんは、ポワロ役のピーター・ユスチノフから、君ならポワロを演じられるよ、きっとハマり役だ。って言われたことを思い出したそうです。原作を読んだスーチェさんは、これまで映像や舞台で見てきたエルキュール・ポワロと、原作に描かれているエルキュール・ポワロは、何かが違うって感じるんですよね。原作は、もっと、人間的で、決して変わり者の道家ではないと気づくんです。アガサが書いた、原作の中のエルキュール・ポワロを理解しようとしたのね。ポワロは大役だから、引き受けるかどうか悩んだと思うわ。オファーを受けると決意し、スーチェさんは、本を買い揃えてアガサの原作を読みまくります。そして、あのリストを作り始めるんですね。93項目、5ページ分もあるポワロの特徴リスト。1項目目、ベルギー人、フランス人ではない。2項目目、ジャンを飲む。紅茶は、イギリスの毒、と呼び、ほとんど飲まない。コーヒーは飲むが、ブラックのみ。そうそう、そんな風に、書き出したら93項目分になって、メモは現場でも持ち歩き、監督にも写しを渡してたそうです。ちなみに、この特徴リストは、付録として巻末に記載されています。リストを読むだけでも楽しいんです。僕、リスト読んでる時、ニヤニヤしてたと思います。依頼を引き受けてからのスーチェさんがこれまたすごくて、ポワロの声色はどうするべきか、ベルギー人のフランス語はどんな感じか、ベルギーフランス語、ワロン語、さらにはベルギー英語、フランス英語の録音テープを取り寄せて、生身のポワロさんに会ったら、きっとこんな感じだっただろうとつかめるまで、絶対に妥協しない、と色々調べたそうです。確か、あれですよね、ポワロさんの小刻みな歩き方を得得するために、お尻に1ペニー硬貨を挟んで歩き回ったり、振り向いたり、お辞儀したり。あの独特な歩き方も、原作に忠実にあるべきと考えた結果生まれたものだったのよ。あと、ポワロさんが生きた時代、エドワード朝時代の紳士のマナーを調べて、ポワロさんならどう振る舞ったかを考えたり、読み進めていくとよくわかるんだけど、アガサの文章一つ一つを吟味して、アガサが描きたかったポワロになろうとしたの。確か、私生活でも、アガサの小説に出てきそうな家を買ったり、変化が起きるんですよね。ちょうどポワロ役のオファーがあった頃、スーチェさんは郊外に家を探していて、見つけたのが、まるでアガサの小説に出てきそうな家で、昔、イギリスの喜劇俳優、ロニー・バーカーが所有していた家だったんだけど、アールデコ調の玄関、応接間、広い庭、すっかり魅了されて家の中に入っていくと、なんと、ダイニングルームのマントルピースの上に、ロニー・バーカーが舞台でポワロ役を演じた時の肖像画が、これってもしかして、運命。鳥肌立っちゃった。人生って時々、こういうこと起こるのよね。肖像画を見た時、驚いたでしょうね。そして、役を引き受けるとき、アガサの娘夫婦との昼食会で、言われたんです。これだけは忘れないでほしい。決してポワロを笑ってはならない。何も、冗談を言っているわけじゃない。だからあなたに演じてほしいの。理屈では説明できないところで、皆が背中を押してくれている。何もかもが、運命の糸で繋がっていた。そんな、素敵なエピソードばかりで、僕、泣いちゃいそうです。運転手ショーンとの出会いの話も読み応えがあったわよ。確か、最後の撮影までずっと運転手を務め上げたんですよね。そもそもの出会いは、タクシーの運転手だったんだけど、これも縁というか、お互いに気があったんでしょう。スーチェさんの専属運転手になってくれたんです。二人とも、家族みたいに心から信頼し合っていたんだなって、文章の端々から伝わってきます。いい時も悪い時も、撮影を共にし、セリフの練習に付き合ってくれて、影の相棒みたいで、ショーンさんへの感謝の気持ちが溢れてましたね。
この本の関東に、名場面のカラー写真が掲載されてるんですけど、作品群に混ざって1枚だけ、スーチェさんとショーンさんが写った写真が載ってるんです。そうそう、ショーンさんがドアを開けて、スーチェさんが車を降りるところで、二人とも実にいい笑顔なんですよ。信頼関係がもう、本当に素晴らしい。あ、そうだ、忘れちゃいけない、マンゴーマン事件の話もしてくださいよ。マンゴーマン、後世に語り継がれるエピソード。てってれー。スーチェさん、フィリップ殿下から、マンゴーの種の取り方を教わる、の巻。皆さん、覚えてますか？盗まれたロイヤルルビー、の回で。クリスマスディナーの後、子供たちの前で、ポワロさんがマンゴーの切り方を披露したシーンがあったんです。連想ゲームでオリバーツイスト、の回ですね。クリスマスプディングの回です。ちょっと、小ネタで内容を説明しないでください。酒と女にだらしない亡国の皇太子が、ロイヤルルビーを盗まれちゃう回ですよ。実はこのマンゴーを切るシーンは、後から台本に加えられたんです。テレビ版、名探偵ポワロ、の第1、第2シーズンが大成功し、絶賛されたスーチェさんは、なんと、イギリス王室、エリザベス女王の、プライベートな昼食会に招かれることに。最初、信じられず、招待状はいたずらかと思ったそうです。奥さんのシーラさんが電話して確認して、本当に招待されたと分かったっていう？とんでもなく名誉なことなんです。奥さんのシーラさんも仰天したって書いてましたね。そう、そして、その昼食会で事件は起こります。女王を目の前にして、緊張中のスーチェさんは、不意に肩越しに、果物はいかがでしょうか、と、巨大な果物鉢を差し出されて、適当に何かを取って皿に置いた。It was a mango。よりによって、マンゴー。どうやって食べればいいの？女王陛下の前で、食べ方がわからない。脳内パニック。スーチェさんは震え上がったそうです。テンパってたんでしょうね。困ったスーチェさん。勇気を振り絞ります。直前まで話し込んでいたフィリップ殿下に。誠にお恥ずかしい話ではありますが。と切り出します。殿下は大きな笑い声を上げ、即座に答えます。よろしい、私が教えてあげましょう。ナイフとスプーンで、くるっと裏返す見事な切り方を実践してくれたんですね。そう、そして、スーチェさんはこの件を早速プロデューサーに話し、脚本に盛り込もうと言ったんです。そして、盗まれたロイヤルルビーは、今は亡き皇太后のお気に入りになったとか。この出来事以降、殿下にお目にかかるたび、スーチェさんは、殿下から、マンゴーマン、と呼ばれたそうです。もちろん、親愛の意味を込めて。ポワロさん、そしてスーチェさんは、皇室からも、国民からも愛される存在になっていったんですね。そういえば僕、好きなエピソードがあるんです。第12章、何か事件があったのではありませんか。で出てくる、老婦人とのやりとりです。ああ、タイトル聞いただけで胸が熱くなる。ですよね。どんなエピソードかというと、こじんまりした海辺の街でロケ中だったスーチェさんが、少し考え事がしたくて、ポワロさんの衣装のまま撮影舞台から離れて、静かな脇道に入り、一人で立っていた時、ショッピングカートを押した、小柄なおばあさんが通りかかって、こんにちは、ムッシュ、ポワロ。ポワロとして答えるべきか、スーチェさんは一瞬、迷います。そうそう、そして、決心し、ポワロの声やマナーのまま返します。ボンジュール、マダーム。老婦人はにっこり微笑んだ後、少し不安な表情を見せてこう言います。何か事件があったのではありませんか？声を震わせて、殺人か何かあったのでは？のんのん、リアム、マダム、何もありません。老婦人は笑顔に戻り、この町へは何をしに？と尋ね、バカンスですと答える。スーチェさんはずっと、ポワロのまま会話するんですよ。老婦人に、本物のポワロさんと思われてたっていう素敵なエピソードですね。なんか、情景が目に浮かぶんです。僕、田舎のおばあちゃんを思い出しちゃいました。たくさんのエピソードを経て、スーチェさんは、いよいよ、最終話、カーテン、の撮影に挑みます。初めて知ったんですけど、カーテン、は先に撮影したんですよね。実はね、ここからが、この本で一番、紹介したいところなんです。読みながら、こんなことが起きるなんて。とにかく読み進めるのに必死になっちゃいました。なんです早く教えてくださいよ。まず、カーテンは最終シーズン5作のうち、一番最初に撮影されたってこと。痩せる必要があったのと、落ち着きを取り戻すために、最初に撮影して、その後、残り4作を撮影したいと、スーチェさんが申し出たそうなんです。カーテンの撮影が最後じゃなかったんですね。悲しみで立ち直れなくなると思ったのかもしれません。実際、次に撮影したのが、象は忘れない、オリバー夫人の出演会で、スーチェさんは、奥さんのシーラと、そしてオリバー夫人がいたからこそ、再び、ポワロ役を演じることができたと語っているんです。なんかわかります。カーテン、で撮影が最後だったら、ポワロさんロスが強すぎて日常を取り戻せなくなりそうですもんね。そして、ここからです、最終章。胸を打つ展開が、何回読み返したか。
運命って、本当にあるんだと。もったいぶらないで、はよ。死者の過ち、が、全70話、最終シーズン、最後の撮影になったんですけど、その撮影場所、物語の舞台となる屋敷が、なんと、アガサ・クリスティ本人が暮らした邸宅、グリーンウェイ、に決まったんです。っていうことは、アガサの家で、執筆していた家で、アガサがポワロを描いていた家で、スーチェさんの、ポワロの撮影が行われる。しかも、全70話最後の撮影、スーチェさん最後の撮影シーンが、アガサ本人の家、グリーンウェイで、そんなことって、あります？ドラマチックすぎます。もうね、スーチェさんの気持ちを考えると、胸が詰まって、思いが込み上げてきて、ああ、なんて素敵な最後なんだろうって。こんな最後を迎えるなんて思ってなかったでしょうね。四半世紀かけて演じてきた姿を、アガサに見せたかっただろうな。世界中から愛され親しまれた、エルキュール・ポワロの姿を、私も、ファンの一人として、アガサに見て欲しかった。毎回、次のシーズンを撮影できるかどうか、予算は出るのか、そんな不安を抱えた日々もありました。決して簡単だったわけではありません。そして、まさかの、グリーンウェイでの撮影、最後のシーン。スーチェさんは、カット、の掛け声の後、ポワロさんとして、ポワロさんのまま挨拶したそうです。たくさんの人にお礼を述べる中、私のことを知っているつもりのデビッド、スーチェ、にもお礼を述べたそうです。粋ですね、かっこいい。そして、最後に、でも何よりも皆さん全員に、ルボワール&メルシー、僕、アガサ自身の家の玄関に立ち、両腕を高く上げ、特別な旅の終わりを締めくくりました。この瞬間に立ち会いたかった。本当に、スーチェさん、ポワロさん、ありがとう。僕、今から、死者の過ち、見ます。私も、スーチェさんの気持ちを思うと、泣いちゃうかも。皆さんもきっと、ポワロと私、を読んだら、すぐに、死者の過ち、を見たくなりますよ。さて、最後になりましたが、ざっと目次を紹介して、動画を終わろうと思います。目次は動画の説明欄や、Amazon さんの該当ページにも載ってますので、ゆっくり見たい方はどうぞ、説明欄に Amazon のリンクも貼っておきます。本紹介は今後も続けていこうと思います。紹介したい本がありすぎて、動画制作が追いつきません。再生リスト作って順次アップ予定です。お楽しみに。いいね、やチャンネル登録いただければ励みになります。よろしくお願いします。それではまた、次の動画でお会いしましょう。ルボワール。